こんにちは。当動画はフリーキャド超初心者の方向けステップアップ動画です。習うより慣れろということわざ通り操作に慣れていきましょう。さて、背景でひたすら作っている物体はテープカッター、剣、ペン立てです。かなり昔に作ったものですが、未だに現役で使ってます。基本的にはフリーキャドのスケッチ、パッド、ポケットだけでほぼ作れます。基本中の基本知識だけで作れますので、練習台にちょうど良いかなと思ったので題材にしてみます。これを最後まで作れれば、超初心者から普通の初心者にレベルアップです。少なくともフリーキャドの基本操作はバッチリ、あとは必要となる個別知識を学ぶだけとなるはずです。ただ、致命的な問題があって、ウプ主が動画を作りきれるかどうかです。致命的すぎて迷っていたのですが、迷っている時間はもったいないので、完全見切り発車で進めてみたいと思います。複数回、分割した動画になると思います。途中で断念したらごめんなさい。ウプ主がざっと新規で作ってみた限り、30分で作れました。ただ、これを動画にすると、とんでもなく時間がかかるのです。諦めと同時に、なんとかなったらいいなぁ、と信じて始めてみましょう。さて、これは、本体、カッター部、テープホルダー部、テープホルダーの芯。これら4つのパーツでできています。この4つの部品を一つ一つ作りながら、フリーキャドの操作に慣れていきましょう。では、始めたいと思います。まずは、フリーキャドを起動して新規作成します。新規作成アイコンをクリックしてください。もし、パートデザイン、ワークベンチになってなければ、ここをパートデザインに変更してください。さて、ファイルの保存を先にやってしまいましょう。メニューのファイル、名前を付けて保存で保存ダイアログを開きます。ファイル名はお好きに設定してください。日本語でも大丈夫ですが、当動画ではアルファベットの名前にすることにします。ファイル名を入力したら保存ボタンを謳歌してください。この部分が保存したファイル名になっていると思います。何か設定したり変更した時、こまめにセーブすることをお勧めします。さて、では本体部分から作っていきたいと思います。まずは底面の部分を作ってみましょう。底面はただの四角の板です。まずはこの四角の板を作成します。では、まずパートオブジェクトを追加します。ボディを追加するんじゃないのと思うかもしれません。今回、大きく4つの部品を作成することになります。それぞれ独立したパーツとして作るという意味合いで、パートオブジェクトで独立して設計することにします。では、パートオブジェクトを追加しましょう。パートオブジェクトが追加されました。では、パートオブジェクトを右クリックしてください。アクティブなオブジェクトにチェックが入っていることを確認してください。アクティブなオブジェクトになってないと、全然関係ないオブジェクトを操作してしまうことがあります。パートやボディを操作するときは、アクティブにする必要がありますので、こまめに注意してください。では、パートオブジェクトに名前を付けましょう。パートオブジェクトを選択すると、データタブに細かいプロパティ情報が表示されます。ラベルの項目がありますので、ここに好きな名前を入力してください。当動画では、パートオブジェクトの場合は、先頭に P アンダーバー、ボディの場合は先頭に B アンダーバーをつけることとします。さて、設定が終わったら、パートオブジェクト直下の原点というところの目のアイコンをクリックしてください。原点を選択して、スペースキーを押しても構いません。ビュー画面に座標や平面が表示されました。これは現在のパートオブジェクトの原点の位置となります。今一度パートのプロパティを見てみましょう。プレイスメント項目の中に位置という項目があります。X、Y、Z の座標が全て0になっていると思います。この値はグローバル座標の原点からの相対位置になります。つまりこのパートオブジェクトはこの世界を定義するグローバル座標の中心に存在することになります。では、今度はボディを追加しましょう。ボディを追加すると、パートの中に作成されたことに気づきましたでしょうか？つまり、ボディはグローバル座標を中心とした存在ではなく、パートを中心とした世界の中に作成されたことになります。では、ボディの原点を表示して、プレイスメントの座標を適当に動かしてみてください。わかりづらいですが、中心の緑の平面や座標軸がボディです。ボディの座標値を変えると、緑の座標軸も移動していることがわかりますでしょうか？
それにつられて青で表示されているパートの座標平面がボディの平面が収まるように広がります。さて、パートとボディの座標の親子関係は分かりましたでしょうか？では、ボディの名前も分かりやすいように設定してください。それでは、底面の作図を始めましょう。底面はただの四角の板でした。これをスケッチしていきたいと思います。ボディを選択した状態で、スケッチアイコンをクリックしてください。どの平面に作成するか選択する画面になります。上から見た状態で作図したいので XY 平面を選びます。 OK をクリックすると作図画面が表示されます。ここでグリッドとスナップの設定を行います。当動画ではグリッドを使って頂点の位置をスナップする方法で作図します。まずグリッドが表示されていなければグリッドアイコンをクリックして表示してください。グリッドアイコン横の小さい三角アイコンをクリックするとメニューが表示されます。グリッド線の間隔を自動調整にチェックを入れてください。間隔はデフォルトの 10mm で OK です。続いてグリッドのスナップのアイコンをクリックしてスナップを有効にしてください。スナップアイコン横の小さい三角アイコンをクリックして設定メニューを表示してください。グリッドにスナップにチェックを入れてください。それでは底面のスケッチを始めます。底面は横 99mm、縦 120mm の四角形です。長方形アイコンをクリックして作図しましょう。原点を支点として作図したいと思います。原点をクリックしてください。支点がぴったり原点にスナップされると思います。さてここで四角形の縦、横の長さを設定するテキストボックスが表示されています。ここに数値を入力すればその長さに設定されますが、そのまま高速が適用されます。ここでは高速に関しては深く追求せず、便利機能として数値を入力することにします。気になる方は参照高速に切り替えてください。参照高速にすると寸法が青色で表示されると思いますが、寸法で図形を固定しません。単純に寸法を表示するだけの機能となります。では寸法を入力していきましょう。横幅を99と入力してタブキーを入力します。横幅が確定して縦幅入力に移動します。では縦幅を120と入力しましょう。これで底面の長方形が作成できました。ではスケッチを閉じて底面を立体化してみましょう。作成したスケッチを選択した状態でパッドアイコンをクリックします。立体化させる高さを設定します。底面の厚さは 4mm なので立体化する長さの項目を 4mm と設定します。ちなみに面には方向があります。面の方向を方線と言いますが、方線はスケッチを行う平面の面方向となります。フリーキャドでは右手形座標が採用されています。右手の親指が X 軸、人差し指が Y 軸、中指が Z 軸を表します。今回スケッチは XY 平面を指定しましたので、立体化すると Z 軸のプラス方向に押し出されることになります。ダイレクト X や OpenGL などのグラフィックス API はポリゴンの時計回り、半時計回りで方線が決まります。ただし CAD はスケッチ平面で決まります。表示上の方線と CAD の面方線は別物ですので注意してください。スケッチで線を描く順序やベクトル方向も原則気にしなくてよいです。ということで OK を謳歌しましょう。これで無事底面は完成しました。お疲れ様でした。底面の板1枚しか作成してないけどこれで終わりなのと思われるかもしれません。はい、ウプ主はめちゃ焦ってますが、この辺が様々な観点やアナリティクスから見て限界です。複数回に分けることになります。動画ストックなんてありませんので第何話までやることになるか分かりませんが、視聴状況が悪すぎたら打ち切ります。様子を見ながら進めさせてください。ということで果たして次回に続くのか。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。